皆さんこんにちは。今回はソラックスダウンを紹介いたします。ソラックスダウンはマッチ・ザ・ハッチの釣りだけでなく、釣り上がり用にとても活躍するパターンの一つです。またこのパターンを基本としていろいろなバリエーションが楽しめます。フックをバイスにセットしたらシャンクいっぱいに下巻きをしていきます。下巻きはボディの形にも影響してきますので、丁寧に巻いていきましょう。シャンクいっぱいまで巻き終えたらテール材を取り付けていきます。先端を揃えたテール材を2本同時に取り付けます。長さはシャンクとほぼ同じくらいになります。余ったテール材はアイのすぐ手前側まで巻いていきます。テール材もボディの形に影響してきますので、しっかりシャンクの上に乗るように巻いていきましょう。アイの手前まで来たら余りをカットします。カットしたところが段差にならないようにしっかり巻いておきます。スレッドをアイ側からシャンクの3分の1のところまで巻き進めていきます。この位置からウイング材を取り付けていきます。ウイング材を巻き留めていきます。位置が決まってしっかり固定できたら、前側の方にスレッドを移動し、ウイングを立てていきます。ウイング材の余りをシャンクの後ろ側に向かって巻き留めていきます。これがボディの最終的な形になりますので、慎重に巻き留めていきましょう。シャンクの半分を通り過ぎたところでウイング材の余りをカットしていきます。カットする時のコツは、ウイング材の余りを斜め45度にしてハサミを水平に入れることで切り口が斜めになります。ボディがテールに向かってテーパー状に斜めに仕上がるように丁寧に仕上げていきましょう。ボディの形が整ったらテールを広げていきます。見えやすいように斜めにしておきます。テールを広げてたすき掛けをしていきます。テールの角度がおよそ60度から90度になるぐらいに広げていきましょう。テールの取り付け方法についてはパラシュートの動画で詳しく紹介しております。ダビング材でボディを作っていきます。この時きっちりダビングするのではなくて、ふわっとした感じになるようにしていきます。まずはテールの後ろ側から巻いていきます。テールを持ち上げてダビングすることによってテールの角度を上に持っていくことができます。慣れないうちは少しずつ巻いていくことをお勧めします。ボディがデコボコにならないように均一に巻いていきましょう。ダビングがシャンクの真ん中あたりに来たら、この位置でハックルを巻き留めていきます。ハックルの光沢がない裏側を上に向くように留めていきます。ボディの形を滑らかにするためにアイの手前まで巻いておきます。余った部分をカットして段差にならないように仕上げておきましょう。ハックルを巻き始めた位置までスレッドを戻して、ここからダビングを続けていきます。この部分がハックルを巻く下地になりますので、デコボコにならないように巻いていきましょう。ヘッドの部分もしっかりダビングを施して、スレッドはアイのところまで持っていきます。ハックルをウイングの前後に巻いていきます。今回は後ろ側に2回、前側に2回巻いておきます。ハックルのボリュームを増やしたい場合は、後ろ側に3回、前側に2回巻くこともあります。ハックルの向きは光沢のない裏側をアイの方に向けて巻いています。
ヘッドのところでスレッドで巻き留めます。余りをカットしてしっかり巻き留めておきます。スレッドはハーフヒッチで巻き留めておきます。ウィングはハックルの長さと同じぐらいでカットしておきます。およそシャンクと同じ長さぐらいになります。最後にヘッドセメントを染み込ませて完成です。いかがだったでしょうか。今回紹介いたしましたソラックスダウンの巻き方をベースとしていろいろなバリエーションのフライを巻くことができます。春先の釣り上がり用のフライとしてとても役立つパターンになりますので、ぜひチャレンジされてみてください。